カレンゲームラボのカレンです。今回のエーテルゲーザーは大陸版バージョン 1.6 で実装された新キャラトールの紹介とイベントストーリーで本気出したステージを紹介したいと思います。それでは見てまいりましょう。まずは新キャラトールについて。こちらのキャラ、ハンマーをブンブン回すチャキチャキ江戸っ子系の美少女キャラで、初めて PV 見た時はかっこかわいい、絶対欲しいと思ったのですが、かなり言葉が悪いのでちょっと気になってしまいガチャを引くか迷っている状況。しかしながらこちらのキャラ、使用武器がハンマーの割に攻撃速度が速く、スキル回しも優秀で攻撃力も高いため物欲センサーが高まっている状況です。スピーディーな戦闘と破壊力を楽しみたいというのであればおすすめのキャラです。ガチャを回すか迷いますが、まずはこのキャラの性能を見ていきたいと思います。まずは通常攻撃ブームサンダー、ミョルニルによる5連続攻撃を行い敵に雷属性ダメージを与える。連続攻撃4段階目はハンマー叩き込みと敵の頭上に落雷を落とし、さらに5段階目には叩き込みと前方に3方向に向かって移動する落雷を発動することができるので、かなり敵を巻き込みながら粉砕することができます。また通常攻撃5段階目がヒットすることで刻印を1つ獲得。なおスキル発動後に通常攻撃を組み合わせることで通常攻撃4段階目から開始し敵に2秒間スタンを付与することが可能。続いてスキル1ランニングサンダー、ミョルニルを振りかざし狙った方向に突進し 598% の雷属性攻撃を与える。ヒットすることで刻印を1つ獲得。さらにランニングサンダー後に刻印を3つ消費することでスキル1がランニングライトニングストライクへ変化、周囲の敵を巻き込む雷属性ダメージを与える。スキル2ミョルニルを勢いよく振り周囲の敵へ雷属性ダメージを与える。さらにスキル2ヒット後に刻印を3つ消費することでスキル2が風雷撃へ変化し回転して地面を叩き攻撃力 1590% の雷属性ダメージを与えることが可能。ヒット後刻印を1つ獲得。スキル3ウェンレイ、ミョルニルを振り回し激しく地面を叩き合計 1123% の雷属性ダメージを与える。スキル3がヒットした後に刻印を3つ消費することでスキル3がライトニングストライクへ変化、さらに地面を叩き雷属性 1880% のダメージを与える。ヒット後刻印を1つ獲得。奥義アイアンガンレットヤングリベル、雷の力を解放しプレイヤーのスキルダメージが12秒間 30% 増加。ミョルニルがアイアンガンレットに変化し最大 758% の雷属性ダメージを与える。さらに連続攻撃2発目の攻撃は前方に5つの落雷を発生させ各落雷は攻撃力 50% のダメージを与えることが可能で、この奥義発動後ため状態になるのですが、この状態から攻撃ボタンをタップすることでフルにこの奥義を活用することができます。最初ため攻撃なのかなと思ってぼーっとしてたんですが、これためた状態のままでいると1回殴って終わってしまい特に大ダメージってことでもないので、ためは見た目だけって感じですね。なので奥義発動後は攻撃ボタンをタップすること。最後に回避、敵の攻撃を2回連続で回避することが可能。ジャスト回避がつながった後の通常攻撃は4段階目から始まりますということで、総合的に見てもかなり優秀かなと思います。攻撃力も高く範囲攻撃持ちで殲滅力もあるのでかなりおすすめかなと思います。似たようなキャラではレビアタンやビーザルがいるのですが、ここまでスピード感を持った攻撃ができないこととスキル回しという観点でもトールの方が優秀。さらに雷属性なので意外とどのステージでも活躍できてしまうという万能タイプで、ここまでが新キャラトールの性能紹介でした。続いては今回のイベントストーリーで本気出したステージを紹介したいと思います。そのステージは12の1の10。どんなステージかというと、今回実装された新キャラトールがボスで一定のダメージを与えると即死攻撃をしてきてプレイヤーがやられ To be continue って形でステージクリアとなる仕様なんですが、これねうまく攻撃かわすと即死せずにプレイが続行できるんですよ。ってなるともしかしたら使用上 To be continue なんだけども
ボスのヒットポイントゲージをゼロにすることができるんじゃねって思ってチャレンジしてるんですが、即死を免れた後はボスの攻撃一撃食らっただけでやられてしまう仕様なので、回避するのがかなりきつい。さらにプレイヤー側のキャラは固定で、自分で育てたキャラが使えない状態というのもあってさらにきつい。ただね、この固定キャラ、主人公ベルダンディのパワーアップバージョンなんですけど、スキル1がスタンを付与させることができるので、これと回避をうまく使えば倒せそうなんですよね。再チャレンジをこれからするってところです。どれだけスタミナ回復薬使ったかもう覚えてないです。さあやっていこうか。もう何度目かは分かんないんだけども、序盤はねかなり覚えたんで余裕なんですけどね。このスキル1がねかなり優秀で、貫通してね敵が他のキャラにも当たるんだよね。それでね、雑魚処理が楽かな。なるべくここの時点で食らわないようにね戦うのがいいんですけど、雑魚もねそんなでバカないんで、さあここから来るよ。これがね序盤一発目はね割とかわしやすいからスロー入れられるんだけど、もうここから極力食らわないようにうまくスキル1とスキル3かな、このねバリアを張った状態でうまい具合戦っていくっていうのがいいんだけども、あとはこのトールのヒットポイントゲージがもうちょっとしたら即死攻撃してくるんで、その前にシールドを入れときたい。この状態だね。これで逃げる、ここで逃げる。そうするとね、セリフがね、あとはお願いと言いつつも、ちょっと待ってねやばい。でここでうまくかわしながらいけんじゃねえかこれ。スキルいちゃうねここでうまい具合にかわしながらオープン全力でいく。よし、これ決まったね、これ決まったね、絶対いけんじゃねえ。よし、いけ。どんな攻撃でも止めてみせる。倒したよ。やっとだ、やっとだ、疲れた。はい、やっとうまく回避とスキル1がはまって倒すことができました。でクリアした後何か変化があるのか期待したのですが、何もなし。そうですよね、使用上To be continue で終わるってだけなんで、さすがに何もなかったですね。ただね、なんか久々にやりきった感がありました。ということで今回はバージョン 1.6 で実装された新キャラトールとちょっと本気になったステージを紹介いたしましたが、いかがでしょうか。トールは火力、スピード、スキル連携全てにおいて優秀だなといった印象です。ぜひ日本版がリリースされたら入手したいと思います。チャンネル登録はお任せいたしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。